後輩がバグ放置で大炎上。QA の私に濡れ衣着せた結果、QA が承認したから問題ないっす。チケット改ざんの履歴全部残ってるけど。私は28歳の QA エンジニア。大手金融系システム開発会社で働いている。品質保証を担当して5年目になる。私のモットーは品質を妥協しない。この仕事が始まったのはある大規模リリースの直前だった。さて、今回のリリース対象を確認しないと。今回のリリースは金融取引システムの大型アップデート。特に後輩のたけしが担当した決済機能が目玉だった。たけしは入社4年目の26歳。技術力はあるんだけど、品質管理に対する意識が低くて困っていた。先輩、決済機能できました。もう完璧っすよ。ありがとう。じゃあテストするね。私は早速テストを開始した。基本的な機能テストは問題なく通過。しかし、負荷テストで異常を発見した。何これ。同時アクセス数が1定値を超えると、決済処理が二重に実行されるバグを発見。これは重大バグだ。二重決済ってやばくない？金融系でそれは致命的でしょう。私は詳細な分析レポートを作成した。再現手順、影響範囲、重要度をすべて記載してたけしに報告しないと。たけし、重大なバグを見つけたの。同時アクセス時に決済が二重実行されちゃう。マジっすか？これがレポート。すぐに修正が必要よ。でもあと2週間でリリースなんすけど。だからこそ早く直さないと。でも本当にバグなんすかね？はだって俺、単体テストも結合テストも全部通してるし、負荷テストって極端な条件でしょ。極端じゃないわよ。本番環境では十分起こりうる状況よ。でも現実的にそこまでアクセス集中するかな？金融システムだよ。もし本番で起きたら大問題になるの。わかりましたよ。見てみます。しかし、たけしの対応は遅々として進まなかった。たけし、バグの修正は進んでる。あ、その件なんすけど、やっぱり軽微な問題だと思うんすよね。警備、リリース後に対応すればいいんじゃないすか？何言ってるの。二重決済が起きたら大変なことになるのよ。でもスケジュール的に厳しいんすよ。今から修正したら間に合わないかもしれないし。それなら延期すべきよ。延期？それは課長に相談しないと。私は正式に重大バグとして報告することにした。 KIRA にチケットを記表し、優先度を最高レベルに設定した。一致ちゃんと仕事してるじゃん。これが QA の鏡だよね。リリース判定会議には課長、部長、開発メンバー、そして私が参加していた。では今回のリリース判定を始める。 QA からの報告を頼む。はい。現在、重大バグが一件未解決です。決済機能において負荷テスト時に二重決済が発生する問題が確認されました。現状、リリースは不可と判断します。リリース不可。ちょっと待ってください。そのバグは極端な条件でしか発生しないんです。本番環境で起きる可能性は低いと思います。それは違います。同時アクセス数300で再現しています。本番環境では十分起こりうる数値です。でもスケジュールが厳しいんだよな。客にも約束しちゃってるし。リリース後のパッチで対応できます。1週間あれば修正できます。待ってください。二重決済は金融システムでは致命的です。リリース前に必ず修正すべきです。でもな、君は心配しすぎなんじゃないか。 QA は神経質になりすぎる傾向があるからな。そうだな、スケジュールも考慮すると予定通りリリースして、問題が起きたらすぐにパッチを当てる。それでいこう。そんな少なくとも監視体制を強化してください。万が一に備えてロールバック手順を。分かった。それはやっておく。じゃあ決定ね。
予定通りリリースする。私の意見は完全に無視された。でも私にできることはもうなかった。せめてもの対策として私は全ての証拠を保存することにした。テストレポート、会議の録音、スラックのやり取り、全て自分の PC にバックアップを取った。一致。ちゃんと準備してるな。これが後で聞いてくるんだろうな。今日がリリース日、何も起きないことを祈るしかない。午前10時、システムがリリースされた。最初の30分は平穏だった。もしかして大丈夫だった。しかしその期待は儚く消えた。アラートが、監視システムからアラートが次々と届く。同一顧客への二重決済が検出されています。件数は50件以上。なんだ、何が起きてる？私が警告したバグです。すぐにシステムを停止しないと。システム停止だ。緊急停止。しかし時すでに遅し、二重決済の被害は300件以上に及んでいた。緊急会議が開かれた。被害総額は3億円を超えている。ニュースでも報道されている。なぜこんなバグが本番に出たんだ？私は事前に報告していました。リリース判定会議で重大バグとして報告し、リリース不可の判定を出しました。ちょっと待ってください。でも JIRA のチケット見ると QA の承認が入ってるんですけど。ほら、このチケット、イッチさんの承認コメントありますよ。軽微な問題なのでリリースかって。そんなコメント書いてない。どういうことだ？たけし、チケット見せてくれ。課長がチケットを確認すると、確かに私のアカウントで承認コメントが書かれていた。これは君のアカウントだな。でも私は書いてません。これは改ざんです。改ざん、そんなことできるんですか？それってイッチさんのアカウント管理が甘かったんじゃ。そんなわけない。とにかく事実として QA の承認があったからリリースされた。その責任は QA にある。そんな君、しばらく自宅待機してもらう。詳細を調査する必要がある。わかりました。自宅待機を命じられた私、人事部からメール。件名は懲戒処分の通知。懲戒解雇、損害賠償5億円。メールには QA として重大バグを見逃し、誤った承認を行ったことで会社に多大な損害を与えたと書かれていた。ふざけないで。私は承認なんてしてない。でも証拠がない。いや、待って、証拠ならある。お、来たか。一致頑張れ。そうだ、リリース前に全部保存してた。テストレポート、会議の録音、スラック、それに AIRA には編集履歴機能がある。チケットを改ざんしたなら証拠が残ってるはず。私は徹底的に証拠を集めることにした。まずは JIRA のチケット履歴、管理者権限でオーディットログにアクセスする。あった。リリース当日の午前9時30分、たけしのアカウントから私のコメントが編集されていた。元のコメントはリリース不可って書いてある。それを軽微な問題、リリース化に書き換えてる。次、CI、CG パイプラインのログ。通常、本番デプロイには承認プロセスが必要。リリース管理者の承認が必要なはずだ。やっぱり、たけしは承認プロセスを強制スキップしていた。フォースデプロイオプションを使って、私の承認なしに本番環境にデプロイしている。これも完璧な証拠だわ。証拠が続々と。さらに、私の PC に保存してたテストレポート。これには重大バグの詳細とリリース不可の判定が明記されている。次はリリース判定会議の録音。私は重要な会議は必ず録音する習慣があった。会議では私がリリース不可と明言している。それを課長と部長が無視して強行リリースを決定。
けしとの DM で何度も警告している重大バグ。リリース不可。すぐに修正が必要。全て記録が残っている。証拠の山じゃん。でもこれだけじゃまだ足りない。たけしの過去の行動も調べてみよう。過去の JIRA チケットを検索すると、これってたけしは過去3回同じようにバグを隠蔽していた。チケットの編集履歴を見ると重要度を下げたりバグ報告を削除したり常習犯じゃない。マジかよ。これは完全にアウトだろ。これで証拠は十分。でも一人で戦うのは不利だわ。弁護士に相談しよう。 IT 業界に詳しい弁護士に相談した。なるほど。証拠はかなり揃っていますね。 JIRA の編集履歴は決定的です。 CI、CD パイプラインのログも承認プロセスをスキップした証拠が残っています。会議録音とテストレポートであなたが適切に警告していたことも証明できます。勝てますか？勝てます。むしろ会社側と後輩が不利です。私からのアドバイスですが、直接社長に報告することをお勧めします。課長や部長を通すともみ消される可能性があります。わかりました。社長に直接アポを取ります。いいぞ一致。反撃の時だ。緊急役員会議が開かれた。社長、部長、課長、人事部長、そして私と弁護士が出席していた。では話を聞こう。はい、私は一連の不正行為の証拠を持ってきました。まず JIRA の編集履歴をご覧ください。私は資料を一つ一つ提示していった。リリース当日午前9時30分、たけしが私のコメントを改ざんしています。元のコメントはリリース不可。それを軽微な問題にリリース化に書き換えた。なんだと。それは CI、ED パイプラインのログです。たけしはコースでプロイオプションを使い、承認プロセスを強制的にスキップしています。承認プロセスをスキップ。さらに、これが私が保存していたテストレポートです。重大バグの詳細と改善手順が記載されています。そしてこれがリリース判定会議の録音です。録音を再生すると、私がリリース不可と明言している声が流れる。そして課長と部長がスケジュール優先で強行リリースを決定した音声が。これはさらに、スラックのやり取りも全て保存してあります。私はたけしに何度も警告しています。そして最後に、たけしの過去の不正も発見しました。過去3回、同様の手口でラブを隠蔽していました。常習犯は待ってください。これはその誤解です。誤解。JIRA の編集履歴は事実です。CI、CD パイプラインのログも事実です。すべて解散不可能なシステムログです。それはたけし説明しなさい。本当にバグだと思わなくて。では、なぜ JIRA を改ざんしたんですか？なぜ承認プロセスをスキップしたんですか？それはスケジュールが言い逃れできませんが、これは明らかな不正行為です。たけし、君は懲戒解雇だ。そんな。さらに会社が受けた損害3億円について君に損害賠償を請求する。金額は3億円。3億円。また業務上過失による刑事告訴も検討する。刑事告訴。そして課長と部長、私たちも君たちはキューエイの警告を無視した。その責任は重い。課長は降格、部長は減給 50%、両なとも厳重注意とする。申し訳ございません。そしてイキさん、君に対する懲戒処分は全て取り損害賠償請求も取り下げる。それどころか君をキューエイチームリーダーに昇進させる。さらに特別ボーナス250万円を支給する。君のような優秀なキューエイエンジニアは貴重だ。今後は品質管理体制の改革も任せたい。ありがとうございます。たけしは懲戒解雇され、業界のブラックリストにも載った3億円の損害
よかったな一致。証拠残すの大事だね。 JIRA の編集履歴とか知らなかった。 QA って本当に大事な仕事だな。この経験から学んだことは、証拠を残すことの大切さ、そして品質を妥協しないこと。これからも QA として品質第一で頑張っていくつもりだ。ショーツすごくスカッとした。一致 GJ。みんな最